得なセット割で両方体験。ユキヒョウの旅。ダイジェスト。鬼怒川温泉街から徒歩圏にライン下りとロープウェイがあります。今回はライン下りとロープウェイとロープウェイ乗り場無料送迎がセットのお得プランを利用します。ライン下りの乗り場はここ。ロープウェイの乗り場はここ。ロープウェイは年中無休ですが、ライン下りは4月中旬から11月下旬までしか営業していません。予約していた乗船時間の20分前までにライン下り乗り場で受付し、セットチケットを購入します。11時55分に船が出発し、約30分くらい川下りを楽しみます。12時半ごろ、大トロドライブインでお団子や鮎の塩焼きを食べて送迎バスを待ちます。12時45分にバスに乗り込んだ後、12時55分に鬼怒川温泉駅で降ります。13時15分発のロープウェイ行きの送迎バスに乗ります。数分でロープウェイ乗り場に到着。ゴンドラの定員は30名。ゴンドラ内に数名分の椅子があります。人数が揃ったら出発。乗車時間は約4分なので、あっという間に山頂駅に着きます。降りるとまず空中庭園展望台があります。その近くにお猿の山があります。ロープウェイ山頂駅で餌を買ってお猿の餌やりができます。少し登ると休憩所と顔出しの看板があります。鳥居をくぐって参道を登っていくと総龍門と温泉神社の社があります。一通り見て撮影してロープウェイで下山するのに40分くらいかかりました。ロープウェイ乗り場から再び無料送迎バスに乗って鬼怒川ライン下り看板近くまで帰ります。このシャトルバス乗り場から出発して戻ってくるのに1時間かかりませんでした。シャトルバスの時間に合わせて行動すれば無駄がありません。帰りのバスの時間があるから早めに下山しちゃったけれど、もうちょっとゆっくり見て回ってもよかったかも。冬の雪景色も見てみたいよね。お猿さんにおやつをあげなきゃね。ゆっくり話してますので、お急ぎの方は2倍速でもなんとか聞き取れるよ。概要欄のチャプターリストもご活用ください。鬼怒川ライン下り。ライン下りは4月中旬から11月下旬まで楽しめます。当日に乗り場でも申し込みできますが、満席のこともあります。雨でも運行されますが、水量が少ないと中止もあります。事前にウェブか電話で予約することをおすすめします。ライン下りは1日12回あります。船乗り場は鬼怒川温泉駅から徒歩5分です。紅葉が始まったばかりの10月下旬に船に乗ります。予約した船の出港は11時55分。出港の20分前までに受付が必要です。
ちょうど船おろしが見られました。船おろしがあることは知っていましたが、偶然その場に居合わせることができました。乗り場受付カウンターのある階の救命胴衣がある側の窓から見えました。すごい高さです。5倍速です。しばらく受付付近の椅子か2階で係の人の声かけを待ちます。11時35分ごろアナウンスがあり、川原に降ります。アナウンスがあったら大人は黄色い救命胴衣を一つ持って川に降ります。河原までは階段が続きます。階段の途中に2カ所トイレがあります。川原にはトイレがないので出港前までに済ませておきましょう。10月下旬は紅葉が始まったばかりでまだ緑が多いです。この日は川の水が少なくて中止になる可能性もありました。河原に到着。船の一番前に乗りたい人は早めに河原に降りましょう。でも一番前だと川のしぶきよけのビニールを両手で持ち上げるので撮影したい人には向きません。それ以外の場所ならば川側の片手でビニールを持つので、もう一方の手でカメラやスマホを持てます。白い屋根のテントの下に椅子があるのでそこに並んで座って出発を待ちます。私が乗る時間は2艘の船が出ます。あ、そうなんですね。テントに下がっているビニール袋を持って船に乗り込みます。あ、なるほど。靴を脱いでビニール袋に入れて席まで持っていきます。前から順に2列で座ってい私がきます。前から2番目でこの辺に座ります。下にはゴザが敷いてあり、脇にはフロートが置いてあります。全員乗ったら説明を受けて出発です。満員御礼で大にぎわいです。前向きです。後ろ下がってもらっていいですか。後ろ下がってください。船のバランスが大切ですので後ろ下がってください。両サイドの一番高いところがプナベリティます。ここから外側に手や肘を出さないでください。ライフジャケットのファスナーは必ず一番上まで閉めてください。万が一川に落ちてしまいましたら慌てず上に向いてラッコのポーズで足を下流に向け浮かんでください。救助に向かいます。両側にあるビニール持ってもらえますか。ビニール持ってください。上まで閉めといてください。外側ですね。これでしぶきよけになりますね。しぶき入る前にビニール上げてください。上に上げたら外側に張り出してください。後で声かけますね。タバコと傘は禁止です。飲食は自由です。アルコールも大丈夫ですね。あれはどんどん飲んでください。あと左側にキャメラ目あります。わかりますか。記念写真を撮ります。1枚1200円でございます。税込みです。はい、じゃあセンします。そしたらすぐ写真撮りますので、今のところ髪の毛を直しておいてください。髪を右向きに直してくださいって、あそこにカメラがあるので、あそこで。はい、写真撮ります。左側向いてください。ポーズをしてください。はい、ビニール上げてください。
はい下ろしてください。このような形で水がかかる場面では船頭さんが声かけしてビニールを上げ下ろしします。立岩橋とホテルオールリ絹立岩の上に展望台があります。展望台からの景色、はい下ろしてくださこのような形で水がかかる場面では船頭さんが声かけしてビニールを上げ下ろしします。乗船は約30分です。途中左側に滝もあります。い。滝でーす。これぐらいです。川が一番深い場所。緑見えるところが川に触れる場所もあります。ダムに近くなると川の流れがなくなるのでモーターボートに牽引してもらいます。吊り橋の大トロ橋と新大トロ橋、この2つの橋を過ぎたらそろそろ終点です。12時半過ぎに船着き場に到着。少々お待ちください。大トロドライブインまで階段を上ります。救命胴衣の返却と写真を申し込んだ人はここで支払います。初夏に船に乗った時の動画もあるのでよろしければご覧ください。概要欄に鬼怒川温泉動画の再生リストを載せておきます。大トロドライブイン、送迎バスが来るまでここで待ちます。待ち時間はその日によって異なると思いますが15分前後はあると思います。焼き魚やおでんなど美味しそうなものがたくさん。私はお団子を食べました。山椒味噌味です。はい、ありがとうございます。お店の裏手に行くと広い休憩所もあります。鬼怒川も見えますよ。残念ながら
電車は来ませんでした。ここで SL を見てみたい。送迎バスに置いていかれないように気をつけてね。12時45分ごろ送迎バスが到着。12時55分ごろ鬼怒川温泉駅前で下車しました。鬼怒川ロープウェイ。鬼怒川ロープウェイは鬼怒川温泉駅から車で5分、徒歩だと30分くらいのところにあります。朝屋ホテルや鬼怒川温泉ホテルからは徒歩圏です。私が利用した時期はライン下りとロープウェイのセット券があったので、ライン下りの乗り場近くからの無料送迎バスがありました。乗り場はこちら。満席で出発しました。朝屋ホテルが見えます。5分ほどでロープウェイ山麓駅に到着。ロープウェイで上に登ってからも階段が多いです。すでにチケットを持っているのでこのまま改札を通ります。ロープウェイは約4分間隔で運行されています。わかりました。はい。満員になったら出発するという感じでした。まだ空いています。はい。じゃあこちら足元お気をつけくださいませ。椅子は2箇所にあり、4人くらい座れます。満員のバスに乗っていた人たちが来るまで待ちます。出発から山頂までの4分を2倍速でご覧ください。後から気づいたのですが、スタッフさんがずっと手を振っていたんです。窓に色がついているので少し暗く見えます。山頂駅に到着です。透明のガラスの部分もあるけれど、ここからだとよく撮れない。手の長さが足りなくて、ちょっと茶色い風景になりました。
休憩所、温泉神社と登竜門があります。駅を出ると空中展望台がありますが、階段がきつい人はここからでも景色を楽しめます。空中庭園展望台、階段を登ると空中庭園展望台です。下に見えるのがお猿の山です。一周してみました。お猿の山はちびっ子たちで大にぎわいです。猿のおやつを買って餌やりができます。お猿の山、猿のおやつは山頂駅で買えます。隣はもう82時の粒が並ん入りででる感じです。200円です。時間決まってないんで。この柄の長いスプーンを使います。お猿の山に入ります。人間は金網に囲まれた通路の中を歩きます。だからどちらかというと、人間が檻に入って猿に干渉されている感じです。早速この子におやつを与えます。ここの2匹だけ隔離されていました。奥の子にもあげたいけれど近くに来てくれませんでした。あっちの子はボサボサだけど。はい、君にあげるよ。取れた。上手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 。クッキーはスプーンから簡単には落ちないみたいです。素晴らしい設計。お猿さんたちは1個食べたら十分みたいで、何度もねだりには来ませんでした。お猿さんたちの譲り合いの精神。待ちきれずに金網をケロケロしています。気づかないで素通りしてしまったお猿さんはかわいそうでした。餌がもうなくなってしまいました。お猿の山の通路はここまでです。結構楽しかった。毛がおかしいね。熊のやつやるんで、熊の時は。空中庭園展望台が見えます。少し登ったところにある休憩所前です。こちらが休憩所です。飲み物などは山頂駅で売っています。あちらの鳥居をくぐって登っていくと温泉神社と登竜門があります。温泉神社と登竜門、山の尾根のような細い道を登っていきます。少し紅葉が始まっていて景色も綺麗でした。この登竜門は2020年6月に設置されたものでまだ新しいです。温泉神社には縁結びの神様と健康、医薬、温泉の神様が祀られています。
熊注意の看板。この2匹の竜は願い事を一つだけ叶えてくれます。世界征服。誰だ？私じゃないわよ。帰ります。シャトルバスで来た人たちがまた一緒に帰る感じでした。滞在時間は1時間と見ておくと十分かもしれません。今度はこの位置で乗りました。帰りも満員のロープウェイ。いいというか、改装してからすぐに行くからね。それじゃ間に合わない。まだいる人もいいな。だって買い物していたの。池の方が来ないから。お待たせいたしました。本日は鬼怒川温泉ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございました。首都圏から約2時間ほどでお越しいただける鬼怒川川治温泉郷は1日約2万人のお客様にご宿泊をいただくことができる関東でも有数の温泉地でございます。皆様、左手正面をご覧ください。標高1776メートルの慶長山が見えてまいります。この慶長山には当社直営のエーデルワイススキーリゾートがございます。スキー場へはお車で一円もみじラインの通り約15キロ40分の距離にあります。毎年12月下旬よりスキーヤー、スノーボーダー、ファミリーの方々にはキッズパークでお楽しみいただき、幅広いお客様にご利用いただいております。シーズン中は鬼怒川温泉駅からエーデルワイススキーリゾートほんまや。無料シャトルバスも運行しております。またここロープウェイからお車で5分のところには4月中旬から11月下旬まで運行している鬼怒川ライン下りがございます。大自然が創造した渓谷美の極みとして名高いライン下り。春はツツジに彩られ、夏は新緑が涼を運び、秋は美しい紅葉に包まれ、四季折々の移り変わりを楽しめる船旅をご体験ください。紅葉が進んでるやん。鬼怒川温泉駅から徒歩4分のところに乗船場がございます。約40分、6キロの船旅です。ぜひお立ち寄りください。ほとんどが営業のアナウンスでした。両方やって2人1枚。いいんじゃん。まもなく温泉山麓に到着いたします。またのご利用を心よりお待ちしております。お降りの際は足元が階段になっておりますので十分にご注意ください。ここのバスは降りるよ。到着。まっすぐでしょ。まっすぐじゃないと。とってみてなんで、まっすぐ降りりゃいいよ。階段が平行に。喧嘩で降りたって言わんからな。自分の場で降りたらいい。確かにな。ゆっくりどうぞ。はい、自然な足元お気をつけくださいませ。はい、ゆっくりお願いいたします。はい、なるべく高い位置に降りてくだ
さい。ゆっくりはどうぞお願いいたします。はい、足元お気をつけください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、足元お気をつけくださいませ。最後に乗ってきたロープウェイが再び出発するのをお見送りしました。シャトルバスで駅前方面に戻ります。おしまい。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。またね。